その後取材班は咲さんの発見時の詳しい状況を聞くため発見者であるご夫婦に連絡をした。その結果、妻の渡辺敦子さんに話を聞かせていただけることになった。夫と私と、あとお友達何人かでオフに行ったんですけど、キャンプをしている中で、夜、夫とカメラを持ってお散歩をしてたんですけど、川の方から、なんか水の音がバシャバシャって聞こえたんですね。なんだろうって言って、夫が行ってみようって言うので、私もついて一緒に行ったんですけど、滝みたいなのが見えて、滝といってもすごいちっちゃい滝なんですけども、小さい滝の水が、溜まってせき止められてる感じで、その池の水の中から、ブクブクブクって泡が急に出てきて、何っていうので、魚かなっていうので、思ったんですけど、なんか特に何もなく、また泡もやんで、何だったんだろうねって話してたら、またその泡のところを向いたら、急にずぶ濡れの女の子が水の中にバタっていって、突然水中に女の子が立っていたというのはどういう？ブクブクっていう泡がしたところから、なんか急に女の子が立ってた。で、髪も濡れて洋服も濡れていたので、もう放心状態というか呆然としていたので、夫がとにかく助けなきゃっていうので、とりあえずその女の子を助けたんですけど、後日そのお母さんとお姉さんが、私たち夫婦の自宅の方までお礼に来てくださって、発見された時どうだったかっていうので、私たちが撮ったビデオ映像などを見てたんですけど、その時は気づかなかったんですけども、後日、さらにもう何日か後にまだ夫と見返す時があって、ビデオ映像を見てたら、その水の中からずぶ濡れで現れた時に、いくつか人の顔みたいなのがいくつか映ってるのに気づいたんですね。ちょっと気味が悪いなと思って、ちょっとお母様とお姉様に言うのもちょっと気が引けるというか、言わない方がいいんじゃないかと思って。まだ鴨川さんにはお伝えしてないお話ということですね。伝えてないです。多分お母様とお姉様も気づかれてないと思います。そうなんですね。それではここで渡辺夫妻が咲さんを発見した時に撮影していたという映像をご覧いただきたい。あの奥らへん？ちょっと行ってみようよ。行くの？ちょっと待って。こっち。早く。こっちだよ。すごいとこ。滝？そうだね、滝あるね。いやでもね、滝の音じゃないよ絶対。見てあそこ。ブクブクしてる、ほら。見て。いや、見た今。見た。何あれ？また。そこ。見える。ほら、また。魚じゃないよ絶対。あの動き違うよね。あのボコボコ具合は。怖い、帰ろう。ちょまだちょっと言おうよ。出るかもしんないじゃん。もうやだ、そういうこと言わないで。ちょっとまだ言おうよ。どうした女の子いる？お分かりいただけただろうか。渡辺夫妻が水の跳ねる音を探して川沿いを進むと、川の水が池だまりになっている場所にたどり着く。その後、池だまりの水中から泡が出てくるのに気づく2人。そして泡がなくなった後、池だまりの中にずぶ濡れの咲さんが突如出現する。さらに咲さんの立つ池だまりの水面に無数の
人の顔のようなものが映っている。魚じゃないよ絶対。あの動き違うよね、あのボコボコ具合は。怖い帰ろう。ちょっとまだちょっと言おうよ、出るかもしんないじゃん。もうやだ、そういうこと言わないで。ちょっとまだ言おうよ。どうした女の子いる？誰もいなかったはずの場所から突然現れたサキさん。そして水面に浮かび上がっている無数の人間の顔。これはサキさんの身に起きたことと関係はあるのだろうか。そして彼女の発見場所と田丸さんたちの取材旅行先が同じ地域であるという事実には何か意味はあるのだろうか。数日後、亜美さんからサキさんの気になる行動について連絡があった。亜美さんからさんが気になる絵を描いてるって連絡をもらって映像を送ってもらったんですけど。映像？はい、そのさんが描いている3枚の絵が車にひかれている人の絵と胸を裂いて倒れている人の絵と首をつっている人の絵が描かれていて、そのうちの2枚が丸さんと一緒に研究旅行に行ったさんとさんの身に起こったことと似ているんじゃないかって亜美さんから連絡をもらったんですけど、交通事故で入院したさんと、心不全で亡くなったさんの2つに似てるってこと？はい。そのことって亜美さん知ってるんだ？取材するにあたって亜美さんにはお話しさせていただきました。その場に僕もいたんですけど、リビングでその話をしてたんですけど、さんの姿は周りになかったんで。普通に考えたら亜美さんが後でさんに言ったんじゃないの？亜美さんは話してないって言ってました。首をつった人の絵っていうのは何なの？それについてはちょっとわからないんですけど。それではここで亜美さんが送ってくれた映像を見ていただこう。何書いてんの？どんな絵描いてんの？姉ちゃんにも見してよ。ごめんね。篠宮さん、今中さんに起こった出来事を示唆するような絵。サキさんは我々と亜美さんの会話を聞き、この絵を描いたのだろうか。3枚の絵のうち1枚目が交通事故に遭った篠宮さん、2枚目は心不全で亡くなったという今中さんを思わせる。そうすると最後の木で首をつっているような人間は誰を指すのだろうか。その後我々は田丸さんの失踪について今後の方針を話し合うことにした。話し合いをしたいと思うんだけれども、
まあ、正直ちょっと煮詰まってる部分があるから、まあ、それをどう打開していこうかっていうことなんだけど、やっぱりさんたちの言ってた調査旅行の行き先なんですよ。行き先。はい。で、まあかなりずっと聞いてはいるんですけど、はっきり分かる方に当たらなくて。に旅行先聞くことができるかですよね。准教授。そうですよ。まあ、あとはっきり分かる人ってね、でも電話切られちゃったんだよね。そうですね。何回かかけ直したんですけど、ちょっともう着信拒否とかされてて、まあ調査旅行でまあ呪術道具の木箱を持ってきたって言ってたでしょ。それもなんか気になるけどね。今どこにあるんでしょうね。そうなんだよね。それもでも知ってるとしたらなんですよね。さんってその生徒に無断で物を持ってこさせたりとか、ちょっとパワハラまがいのことしてたって話もあったじゃないですか。なんか隠してるんじゃないかなっていう気がして仕方ないんですけど。隠してるっていうか、そういうものを盗ませたりしてるから、まあ後ろめたいから、まあ、こういう取材とかにもちょっと答えられないんじゃないの。直接会いに行くっていうのは一つの手だな。はい、じゃあ山下君と、今野君3人で会いに行こう。はいはい。でまあその2人は、調査を継続してもらうと。はいはい。田丸さんの失踪から始まり、我々が調べた情報は未だ錯綜している。その謎を解く鍵を握っていると思われる安藤さん。我々は直接会いに行くことを決断した。